皆さんこんにちは、こんばんは。先生と申します。今回はプレ版限定 HGUC-AMX018 ハデス通りスリッターを全塗装していきたいと思います。 PS3 専用ソフト機動戦士ガンダムミッシングリンクに登場した機体ですね。ペイルライダーがジオン残党に露獲され回収されてできた機体です。なので連邦とジオンの技術が混ざり合った機体になってます。もちろんエグザムシステムの発展であるハデスやジオンならではの派手な武装が盛りだくさんです。そんなロマンあふれる機体を今回は頑張って作っていきたいと思います。それでは作っていきましょう。本編に入る前に、このチャンネルはできるだけ最新のプラモデルやガンプラを組み立ててレビューしたり、全塗装に挑戦していたりします。ご興味ある方はぜひ他の動画もご覧ください。そして右下の登録ボタンからチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは動画をご覧ください。どうぞ。早速箱を開けて中身を確認していきます。袋は1、2、3、4、5、6。説明書が白黒で機体についての説明も書いてないのでちょっと寂しいですね。袋からランナーを取り出します。画面上に映っている工具が入っているトレイはコンビニで明治アーモンドチョコレートを購入するともらえる逆襲のシャアの金属トレイですね。自分はニューガンダムとサザビーを手に入れました。かっこいいし実用性があります。ランナーを並べるとこんな感じです。通常時とハデス起動時のバイザーどちらも付属しています。そして動力パイプ、これがあると一気にジオンですね。ビームサーベルのヘクトパーツは短いものと長いものが付いています。ホイールシールは通常時、ハデス時を選んで貼れるようになっています。それよりもこれだけあるってことは塗り分けしっかりしていかないといけないですね。めっちゃ大変そう。早速作っていきます。ランナーからパーツを切り出していきます。パーツを切り出している間、ペイルライダーの開発系譜図を見ていきたいと思います。ペイルライダーはジムスナイパー2をベースにブルーディスティニーの要素を加えた機体になっていて、試作の果てに完成したのがペイルライダー。それがジオンに露獲され回収されたのが今回作っているトーリスリッターです。ちなみにトーリスリッターはドイツ語で死の騎士を意味しているそうです。今度プレ版から発売されるペイルライダーキャバルリーは騎士団という意味になっているそうです。まあ量産機にちゃんとなったってことですね。続いて二度切りを行っていきます。今まで二度切りはこちらの2000円くらいのニッパーを使っていたんですが、今回新しくオーロックスさんのニッパーを購入したので使ってみたいと思います。刃先のカバーがついているのは嬉しいですね。比較してみましょう。まずは今まで使っていたニッパー。パーツが切れる音に注目してください。パチンという音が聞こえたかと思います。切った後はこんな感じ。続いてオーロックさんのニッパー。音がしなかったですね。切れ味がよくぬるっと切れたってことですね。いい感じです。オーロックさんのニッパーは3000円くらいで Amazon で購入できるのでコスパはかなりいいと思います。リンクは概要欄に貼っておきます。ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。とりあえず仮組み完成。通常時で組んだのでバイザーの色は青になっています。ペイルライダーを回収したとはいえかなり混ざり合った異質なスタイルをしていますね。ただハデスシステムの解析はできなかったため、頭部はそのままツインアイになってます。バックパックにはインコムが取り付けてあってリード線もついているので差出表現ができます。その他武器は大出力のナックルバスターとメガ粒子付きのシールドが付属しています。ビームサーベルは手首に収納されています。そして両肩に仕組まれているサブアーム。いや、いかついですよね。このアームにはバックパックに収納されているハイパービームサーベルを持たせることができます。こんな感じです。全体を見るとこんな感じ。配色とスタイルはかなり好みの機体です。しかし塗り分けがあまりされていないので少し寂しいですよね。なので今回しっかり塗り分けてハデス起動時を再現していきたいと思います。それでは塗装の準備をしていきましょう。まずはプロペラントタンクに合わせ目があったので流し込み接着剤で消していきます。
隙間に流し込み接着剤を流していきます。流し終わったら力強く挟んで樹脂がむにゅっと出てくるくらい押し付けます。乾いたらカンナなどで大まかに削っていきます。その後丸みを帯びているのでスポンジやすりで表面を整えていきます。接着剤でぼやけたモールドはゴッドハンドさんのこの目立てやすりを使って復活させていきます。こんな感じでどんどん表面処理を行っていきます。終わったらパーツを洗浄して早速塗装に入ります。まずは下地のサーフェイサーを拭いていきます。使うのはフィニッシングサーフェイサーのブラックですね。紺色のパーツに塗っていきます。続いて水色のパーツにはホワイトとグレーを混ぜたサーフェイサーを塗っていきます。こんな感じで傷が消えるようにしっかり塗っていきます。続いて外装の紺色のパーツを塗っていきます。使うのはティターンズブルー2。続いて水色のパーツを塗っていきます。使うのはホワイト、グレー、RX78 のブルーですね。これだけでも求めていた水色は表現できると思うんですが、せっかくなのでエグザムブルー1を入れて調色しました。こんな感じです。成型色よりも明るい水色になったと思います。とりあえず大まかな塗装はこんな感じ。今回最も大変なマスキング作業に入りたいと思います。まずはシールドから。こんな感じでいっぱい色分けしないといけないですね。使うのはタミヤさんの 1mm、2mm、3mm のマスキングテープ。そしてカッティングガイドを使ってマスキングしていきます。こんな感じでレリーフの部分は完了。続いてメガ粒子を塗っていきます。まずは穴の大きさを大まかに測って、この円形マスキングシートを使ってマスキングしていきます。とても便利ですよね、このシート。こんな感じでマスキング終了。いや、かなり大変でしたね。この作業が完成度にどう影響してくるか、とても楽しみです。早速、ハデス起動時のダクトの部分の塗装に入ります。使うのは蛍光イエロー。この部分を塗っていきます。下が紺色なのであまり発色しなかったんで、しっかり下地拭いていった方がいいかなって感じましたね。今回はこのまま続けていきます。こんな感じですね。塗り終わったらさらにこのダクトの部分の外枠は白なのでマスキングしていきます。今回もマスキングゾルを使ってマスキングしてみたいと思います。パレットに出して筆で塗っていきます。なんか筆で塗れるんだったら筆塗りで部分塗装できるんじゃないかって思うんですけど、エアブラシの方がムラなく塗れるので今回はやってます。
はい、こんな感じでマスキングできたんじゃないでしょうか。早速白の部分を塗っていきます。ガイアカラーの EX ホワイト。動画で映っているパーツはマスキングゾルではなくて付属のホイールシールでマスキングしています。塗装が終わったので早速マスキングを剥がしていきたいと思います。いや、かなり緊張しますよね。ペリペリペリとかなり気持ちいいですね。さすが円形マスキングですね。綺麗に塗り分けられてます。シールドのレリーフの部分もしっかり塗り分けられていると思います。ペリペリペリと気持ちいいですね。いい感じですね。塗装が終わったので墨入れ部分塗装を行っていきたいと思います。今回エナメル塗料ではなくこの水性ホビーカラーを使って墨入れをしていきたいと思います。使うのは墨入れしたい塗料とこの薄め液ですね。そしてこのマジックリンですね。マジックリンは拭き取るだけじゃなくて界面活性剤が入っているのでモールドにスーッと墨が入っていきます。2対8ぐらいで薄めた塗料にマジックリンをちょっとだけ入れていきます。早速流していきます。こんな感じでスーッと入っているのが見えるでしょうか。はみ出した塗料は乾く前なら水で拭き取ることができます。もし乾いてしまってもマジックリンをつけた綿棒で拭き取ることができます。はい、こんな感じでしっかり墨が入ってくれたと思います。エナメル塗料の溶剤の匂いが苦手な方、とてもおすすめな方法なのでぜひ試してみてください。さらに部分塗装していきます。このバルカンみたいなところですね。使うのはシタデルカラーのリードベルチャー。こちらは水性ホビーカラーと一緒で水で薄めることができるんですが、こちらは筆塗り専用の塗料なので隠蔽力が高い塗料になってます。こういった部分塗装には向いている塗料になってます。匂いも少ないですしね。いい感じで塗れたと思います。デカールが貼り終わったので最後にトップコートを拭いていきます。いつも使っているのはこのスーパースムースクリアですね。ツヤ消しのトップコートになります。こちらの塗料はフッ素が配合されているのでとても滑らかな塗膜を形成することができます。そして傷にも強い塗料になってます。おすすめです。はい、早速完成しました。いや、かなり時間がかかりましたね。足のパーツの塗り分けもすごく大変でした。ハデス発動時のダクトの部分もしっかり塗り分けできていると思います。それでは組み立てていきます。まずは足を取り付けていきます。下半身の完成、こんな感じです。すごくかっこいいですね。ヒールがジオンっぽいですもんね、この形。続いて上半身、腕を取り付けていきます。肩のサブアームのせいでかなりいかつい肩になってます。かっこいいですね。上半身と下半身をくっつけて頭部をつけていきます。そしてバックパックを取り付けて完成ですね。完成です。かなりかっこいいですね。とても満足してます。そして塗り分けたシールド、いい感じですね。ナックルバスターも塗り分けています。最後にこのバイザー部分のマスキングテープを剥がしてしっかり完成させていきます。徐々に見えてくるこの赤いバイザー、いやかっこいいですね。中にはしっかりツインアイが隠れています。UV ライトで光らせてみます。しっかり蛍光イエローが光っていると思います。そしてバイザーの中の部分の目は蛍光レッドで塗っているのでバイザー部分も光ります。暗くしてもう一度見てみましょう。かなり光ってますね。しっかりハデス起動時の通りスリッターを再現できていると思います。いやかっこいいですね。さすが通りスリッター、ロマンあふれる機体ですね。それでは完成したのでターンテーブルでポージングをして見ていきましょう。 AMX018 ハデス通りスリッターの完成です。
はい、今回はプレ版限定 HGUC 通りスリッターを全塗装してみました。いかがだったでしょうか。連邦とジオンのいいとこ取り、とてもロマンあふれる機体です。外伝的なところもあるのにペイルライダー計画の機体はとても人気ですよね。税込み3300円、塗装する場合塗り分けは大変ですが、現在もプレ版で予約受付中なので、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またアドバイスやコメントもお待ちしております。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。